人それぞれね、いろんな人生戦略があると思うんですけれども、いやそろそろライフシフトしたいなとかたまたまね考えていらっしゃる方おられたら、僕みたいにね、パタヤのコンドミニアムでのリゾートライフ、リゾートワーク、これもありかなって思うんですよね。でパタヤのコンドミニアムなんですけれども、海があって海風感じられて、プール、ジム、それからサウナ、あと僕が大好きなのはラウンジですね。ライブラリーって呼ばれてたりもしますけれども、そういう共用部分、ファシリティって言うんですけれどもね、そういったファシリティの充実した日本ではまずありえない環境、そんな環境をね、そんなライフスタイルをゲットできちゃうんですけれども、もうねいっぱいあります。素晴らしいコンドミニアムがほんまにいっぱいあるんですよ。 YouTube でもね時々紹介させていただいておりますけれども、ローライズからハイライズまで。ローライズっていうのは低層階型コンドミニアムなんですが、8階建てのやつですね。プールリゾート型、テーマパーク型、広々としてて落ち着いて暮らすことのできるリゾート感あふれるローライズコンドミニアム。それからハイライズっていうのは高層階型ですよね。30階、40階、50階、60階建て以上いうのもあります。ハイフロア、シービューなんていう言い方しますけれども、すっごい眺望が良くてね、海が見えたり、それから夜景がむちゃくちゃ綺麗だったり、そしてあと高級感あふれるファシリティですよね。いわゆるタワーマンション型というか、一般的にはローライズ、その低層階型コンドミニアムの方が平米単価安くてですね、比較的ローコストで購入できちゃうんですけれども、やっぱりハイライズになってくると平米単価高くなってきますよね。新築なのか中古なのかっていうところもあるんですが、ある程度ご予算っていうのもあるかと思いますので、最終的には好みなんですけれども、僕なんかハイライズとローライズ両方大好きなんで、どちらも所有させていただいておりますが、どっちがいい悪いとかじゃなくて、やっぱりどちらにもすごいやっぱりその魅力がありますよね。それから立地ですよね。海のど真ん前、ビーチフロントシービューなんかが好きな方もいらっしゃれば、ちょっと郊外のね生活に便利なところを望まれる方もいらっしゃいますし、丘の上がいいかなとか、周りに緑があるのがいいかなとか、街中繁華街ですよね。飲み屋とかライブハウスとか、そういったところに近いところがいいのかなとか、ちょっと静かなのんびりできる環境がいいんかなとかね。パタヤにはウォンガマットっていうちょっと人気のあるプライベートビーチとかがあるね、高級感のあるところ、それから先端、セントラルパタヤのかなり賑やかな観光客がねいっぱいやってくるところ、飲み屋がいっぱいありましてね、人がいっぱいいているところ、それからサウスパタヤとか、ちょっとセカンドロード、サードロードから便利なちょいローカルなゾーン、そして小高い丘の上にあるプラタムナックっていうね、丘降りていったらドンタンビーチとかコージービーチなんかがあるんですけれども、人気のプラタムナック地区、ちょいおしゃれな感じしますよね。そしてジョムティエン、すごく便利でね、もうゆっくりのんびりリゾートライフしてる、欧米人、ロシア人の方が多い地域になるんですけれども、ちょい賑やかなジョムティエンから、もうすごく静かでね、広々とした住み心地のいいところや、またね生活がすごい便利なセカンドロード、それからスクンビットにかけての地域で、ジョムティエンをさらに南の方に行くと、これナ・ジョムティエンと言いまして、かなり落ち着いた場所になるんですけれども、ヨットハーバーがあったりね、結構富裕層の方々が好まれるような地域、いろんな地域あるんですけれども、もっともっとねパタヤは奥が深くて、今言ったところは比較的その海に近いところなんですけれども、現地の方はこんなビーチ沿いとかではなくて、もっとねスクンビットよりもさらにもっと奥の方っていうか、山側というか、そういったところを好まれる傾向にあるんですけれども、いわゆるこのビーチリゾート型の、ローライズ、ハイライズコンドミニアムを、ゲットして、海風を感じながらそのリゾートライフを送りたいってなってくると、
人気があるのが、僕なんか好きなのはジョムティエン、それからプラタムナック、それからウォンガマット。僕なんかもうしょっちゅうパタヤの繁華街で、音楽の演奏をやっているんで、セントラルに比較的近いサウスパタヤとかそういったところはありかななんて思ってますよね。いずれにしてもパタヤはバイクもしくはバイタクっていうのがありますのでね、ボルトっていうアプリを入れてそのバイタク呼べば大体どこにいても1分2分でバイク来てくれるので、そして渋滞とかもね関係なくスイスイどこでも行きますので、しかもむちゃくちゃ安いんで、実際住むとなればコンパクトシティでね一つのところに全部いろんなその施設とかがまとまってますので、どこに住まわれてもその近いとか遠いとかね、そういう距離っていうのは何の問題もないと思うんですよ。僕も来たばっかりで右も左も分かんなかった時には何しかそのセントラルパタヤっていうかパタヤの中心あるんですけれども、そっから近いところがいいのかななんて思ってて、いや買い物とか便利なんちゃうかなとかね。でも実際住んでみると買い物っていうのはほとんどこちらではアプリでね注文してバイクで持ってきてくれる形なので、わざわざ車で渋滞に巻き込まれて市内まで行ってそして荷物持って帰ってくるなんてことはもうありませんので、もしスーパーとかねそういったところ行ってみたいななんて思ってもわざわざ先端のねセントラルフェスティバルに買いに行ったりとかするよりも郊外型のその大型スーパーみたいのがいっぱいありますのでね、中心はやっぱり観光客価格なんで何もかもちょっと高かったりするんで、なんか食べに行く言うても飲みに行く言うてもわざわざ先端まで行くっていうことはないんですよね。感覚で言えば東京に住むって言ってもわざわざ歌舞伎町にね毎日僕歌舞伎町に行くんですよとか言う人だったらまだしも、わざわざ歌舞伎町や歌舞伎町周辺に家ね買わなくてもちょっと離れたところでいいんじゃないですかっていう、日本だったらちょっと離れた言っても30分1時間っていう距離なんですけれども、このパタヤだったらちょっと離れた閑静な、落ち着いたところ、もう本当に市内までもバイクで10分15分ですから。いやよくね聞かれるんですよ、立地はどうですかって。立地はどうですかって言われましても、どこにアクセスが便利なのかって人それぞれやっぱり感覚が違うんですよね。毎日飲み屋に行きたいっていう方でしたらもう飲み屋街に住まれるのがいいと思いますし、のんびり暮らしたいっていうんだったらやっぱりのんびりしたところ、海風を感じたいっていうんだったら海風感じられるところ、時々買い物が便利なところとかおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、コンビニとかスーパーってどこにでもありますしね。大型スーパーはそのスクンビット通り沿いって言って海からはちょっと離れたところになるんですけれども、それでも全然近いしすぐ行けちゃいますし、何よりもほとんどの買い物はですね食料品とか日常品だったらグラブマートでバイクで持ってきてくれたりとか、生活するのにね電気製品とかそういった服とかそういったものはもう全部ほとんどネットでラザダとかショッピーというアプリがありますので、どこに住んでても何も困ることはないですよね。それから、飲食店とかねバーとかマッサージとかそういったものは本当どこのエリアでも必ずあります。でナイトマーケットいうのが至る所にありますから、そこ行ったら結構安くで美味しく食べたり飲んだり楽しめますよね。ほんとねパタヤっていうのはコンパクトシティでもうちょっと全部揃ってるんでどこに住んでても全然不自由しないですよね。人によっては、虫が嫌いとか犬が嫌いとか人混みが嫌いとか匂いが嫌い騒音が嫌いとかいろんな嫌いがあると思うんですけれども、立地というよりはその嫌いなものを避けた方がいいかと思いますよね。あとここだったらバイクいりますよねとかここだったら車いりますよねみたいな話もよく聞くんですけれども、僕なんかは車もバイクも持ってないしボルトのアプリあったら全然不自由してないですね。人によっては絶対バイクいりますよとか車いりますよなんていう方も本当にいらっしゃるんですけれども、僕の場合はもう全然困らないですね。でパタヤはバイクも車ももう止めるとこ全部路駐も OK で駐車場ももうほぼ全部タダなんでとても便利かなって思うんですけれども、結構高いです。日本で買うよりもよっぽど高い、倍ぐらいしちゃいますかね。コンドミニアムだったら日本のね半分とか3分の1とかで買えちゃうのに、車だったら倍とかね下手したら3倍ぐらいしちゃう。
僕なんかジョムティエンに住んでて、そしてもういろんなところね、本当にいろんなところうろうろしまくりますけれども、ボルトとグラブのアプリ入れてたら何一つ困ったことはないですね。だからコンドミニアム本当にいっぱいあるんですけれども、どこでもやっぱり住めば都なんでね、直感的にここええなっていうのと、あとは自分が苦手なものがないところですよね。犬、子供、虫、それからグループでね、集団でうるさい人、旅行客、もしそういう嫌いなっていうか苦手なものがあるんでしたら、それは避けて選ぶのがいいんじゃないかななんて思います。よくね、王さんどのあたりがいいですかねって聞かれることはあるんですけれども、その方とちょっとお話をさせていただいて、いろんな好みとかね、生活スタイルとか、どんな暮らししたいのかとか、その理想のライフスタイルとかね、教えていただければ、大体じゃあこの辺がいいんじゃないですかねって分かりますのでね、ぜひお気軽にご相談いただければと思うんですけれども、お話しさせていただいたらもう大体ね分かりますね。こんなところがいいんじゃないですかみたいな、このコンドミニアムとかねすごいバッチリやと思いますよとか、LINE でおつながりさせていただいて、もう10分20分、30分でもお話しさせていただければ、もういろんなことねお聞かせいただければ、だいぶ的確なチョイスができると思います。いつもね、大体のご予算とか好みとか、広さとかですね、ライフスタイルやご趣味についてなんて聞かせていただくんですけれども、人の価値観なんかね結構コロコロ変わりますので、ほんでやっぱりこればっかりはね、もう最終的にはやっぱり直感なんで、やっぱり LINE でつながってその音声で一回ね通話させていただくのが一番ですよね。どこがいいですかとかどれがいいですかって言われても本当にその人によって違うんですよ。ご予算の感覚とかも人それぞれバラバラ、やっぱりご家族のこととかもありますしね、何のために誰のためになんでそのコンドミニアム住みたいのっていうところが人それぞれなんで、面白いですよね。いずれにせよ本当にね、このパタヤってすごい住み心地いいし、パタヤのコンドミニアムもね本当皆さんどんどん購入されますので、1軒だけじゃなくもう1軒っていう方もねたくさん購入したいなんて方もいらっしゃいますし、できたらいろいろ話聞かせてほしいですよね。で時々ねインターネットで調べたんですけれどもどうこうっていう方もいらっしゃるんですが、インターネットに掲載されている物件っていうのは、かなりの確率でおとり広告というか、それかもうすでに大昔のね売り切れてしまっている物件がほとんどで、存在してないんで当然見ることもできませんし、見に行くアポイントが取れたとしても実はその物件大家さんとね、コンタクトが取れないんでちょっと別の物件紹介しますねなんていうことがほとんどですから、なかなか当てにならないんですよね。本当よくあります。インターネットでこの物件見つけたんですけれども見れますか言うてねお問い合わせいただいて、でアクセスしてみたらもうない、そんなことばっかりなんですよね。あとオーナーさんが捕まらないとかですね、オーナーさんとアクセスできても、そもそもね、登記ができない物件っていうか、その現所有者が名義変更でききれなくてそれをまた売りするみたいな、そんな感じの物件だったり、当然お金全部支払った後でその名義変更ができないことに気づくわけですけれども、ちゃんと物件をねしっかりと、オーナーさんも確認してですね、そして鍵ももらって開けてみて、そういうことが絶対大事ですよね。それでたまにね直接コンドミニアムに行きましたなんて方いらっしゃるんですけれども、直接行ったとしてもそのプロジェクトの余ってる案件はありますけれども、そのリセールのね、いい物件とかは見れませんし、結局売れ残りの物件ばっかり見ることになってしまって、実際はプレビルドで購入された方のリセールとか欲しい間取りとか、その平ベース条件おっしゃっていただいたら所有者オーナーにねアクセスして探すこともできますし、あとねプロジェクトに直接行かれたり、何かその販売店直接行かれたりすると現地のエージェントっていうのが密かについてしまうんですよね。そうなってくるともう自分の好きな物件をね好きに見ることっていうのができなくなってしまうので、もうパタヤはねすごくこの紳士協定っていうか、その不動産の業者間の取り決めがしっかりしてまして、そのエージェントのついているお客さんに物件を紹介したりとか、またその
いろいろと横からね入ってサポートしたりとかっていうのはできないことになってるんですよね。現地の不動産会社でね、ご案内していただいた場合なんかはパスポートをね出してくださいとか言われるんですけれども、その時点で現地のエージェントの顧客として登録されてしまってますので、他にいい物件ないですかとかね、いろいろご相談いただいてももう手も足も出せない状態になってしまってるんですよね。たまにそういう方いらっしゃいます。でもね、本当に気になるプロジェクトがあったり、インターネットで見つけた物件でこれええなって思うのがあったりしたら、ちょっと言うてくれたら実際購入可能かどうかとか、オーナーさんしっかりしてるかどうか、名義変更できるかとかですね、他にリセールとかで同じようないい物件出てないかとか全然お調べできますので、聞いてくれたらいいん違うかななんて思いますけれども、よくね、ワオさん案内していただくのにお金かかるんですかとか、実際物件購入したらその購入サポート費用とかね、それから仲介手数料とかそういったんかかるんですかなんておっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、そういった費用なんかは一切いただいておりませんので、お役に立てて喜んでいただけるのであれば全然無料でサポートさせていただきますので、いろいろと本当に聞いてくれたらいいと思うんですよね。物件探すにしてもね、どうやって抑えたらいいのかとか、また送金なんかねどうやったらいいのかとか、契約とか登記とか、それから購入するための法人なんかねどうやって作ったらいいのかなとか、またこちらにお住まいになられるのであればビザどうしたらいいかなとか、口座とかね開設どうやったらいいかなとか、いろいろ出てくると思うんですよ。そういったことなんかはインターネットで調べても今現地ではどういう風になってるんかなみたいな、ところは出てきませんのでね、何なりとご遠慮なくお気軽に相談してくれたらいいかななんて思います。中には現地に来れないんですけれども、この物件が欲しいなんて方も少なからずいらっしゃいまして、全部オンラインでね、物件の選定から登記引き渡しまで日本にいながらやっちゃう方もいらっしゃいますけれども、できたら現地にお越しいただいて、そしてパタヤの空気感とかですね、いろんな周りの方々のお人柄とかお部屋の間取り、それから印象なんかも感じていただいてご購入いただく方がいいんちゃうかなって僕は思ってるタイプなんですけれども、やっぱり物件のインスペクションっていうんですけれども、点検とか引き渡しとかそのタイミングでは現地にお越しいただいた方がありがたいですよね。いずれにしてもスケジュールとか日程とか、いつぐらいに住みたいのか貸したいのかとか、また売りたいのかとかですね、人それぞれ状況が様々なんで、一度直接的に通話でね個別でお話しさせていただいたら、どんな感じに進めていくのがいいのかななんていうことは大体わかります。物件のオンラインツアーなんかもね、個別でちゃんと通話つないで LINE なんかで動画共有できますのでね、ライブで映しながらオンラインツアーやりますけれども、それでも後でお越しになられた時に、いや実際に見てみたらこれやばいですねとかね、感動がやっぱり全然違うんで、よくね YouTube で何回も見てるんで大丈夫ですよっておっしゃる方でも、実際現地来て見てみたら、いやここまで素晴らしいとは思いませんでしたっていうか、パタヤのコンドミニアムは本当にねこれすごい魅力的なんで、何かどっかのタイミングで見に来ていただきたいですよね。でも掘り出し物が出た時とか、本当に好みのね間取りのお部屋があった場合なんかは、こっちの物件はもう1週間単位で全然リセールの状況とかも変わってきてしまいますので、売り切れちゃったり値段がまた上がっちゃったりでね、もうここ数年どころかずっと円って安くなっていってますし、バーツも上がっていってますし、物件価格もねどんどん上がっていっておりますので、いや早いとこ抑えたいんです、早いとこ購入したいんですっていうそのお気持ちも分かりますから、実際住むのが1年後とか、2年後3年後っていう方でもセカンドハウスとして持っておきたいという方で、今は特に行く予定はないですっていう方でも、できるだけ早いうちに購入しておきたいっていう方非常に多いんで、そこは臨機応変にいろいろお手伝いさせていただこうと思いますが、いろいろお話しさせていただいてですね、納得のいく物件を見つけて、そして満足いく形での購入をしていただきたいと思いますね。